ジャッキアップに 12V インパクトレンチは本当に使えないのか試してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。ジャッキアップに 12V 車載用インパクトレンチは本当に使えないの？以前購入した格安の電動インパクトレンチです。ずっと眠らせていましたが、今回これの多目的利用を試してみました。具体的にはこれで無理なくジャッキアップができるのか確認してみたいのです。実験理由を伝えるために説明書を開きます。 A32 つ折りの簡単なものです。裏面には保守点検要領等が記載されています。中を開くと使用上の注意や製品仕様があります。注意事項にはいろいろ記載されていますが、特に10分以上連続使用不可と記載されています。使用は DC12V15A、 無負荷速度最大 5000rpm、 最大トルク 300Nm となっています。ジャッキヘルパー。そしてこれは一緒に使おうと購入したジャッキヘルパーです。これを使ってジャッキアップを試してみたいのです。説明書には最大トルク 200Nm 以上のインパクトレンチ使用の推奨と DC12V のインパクトレンチは使用不可と記載されています。理由が記載されていないのでメーカーさんに聞いてみました。曰く DC12V のインパクトレンチはフライホイール型なので断続的にレンチに負荷がかかるため機器が壊れやすいからとのことでした。要は連続的にインパクトをかけるタイプでないとレンチが壊れるとのことです。実際どのような事象を言っているのか試してみることにしました。ラベルには 12V80W、 トルク 350Nm、 最大 4200rpm となっており、説明書と数値が違います。ヘルパーを取り付けて準備します。電流がギリなのでバッテリー直で動作させる準備をします。シガーソケット用電源配線製作。 15A のシガーソケットを使って電源配線を作りました。配線はニスケアを使っています。先端にはワニ口クリップとヒューズ 20A を取り付けました。これを使って試運転します。インパクトレンチでジャッキアップ実験。ご覧のように断続的にインパクトがかかります。音は相当うるさいです。これでは輪止めをしてもタイヤが浮いた時点でジャッキが倒れる、外れる危険が大きいです。メーカーさんが言っている通りですね。残念ながらこのレンチはボルトの緩めや締めに限定した方が良さそうです。スチール電動ジャッキ。ならばと電動にこだわる私は今回この製品を購入してみました。 12V のパワーリフターです。最大 35cm までと記載されていて、私的には非常に安価だと思います。
中を確認します。軍手が1セットついています。取扱説明書です。使用は 12V100W、 負荷重量2トン、持ち上げ範囲12から35センチです。次ページ以降には操作手順、ヒューズ交換方法、メンテナンス、注意事項、トラブルシューティングが記載されています。電源はシガーソケット差し込みタイプです。蓋の裏側にはヒューズやギア用クランクハンドル、シガーソケット用電源配線が固定されています。リモコンです。本体を見てみましょう。結構重いです。 4.1kg ありました。ギアボックスの中を見るために六角ボルトを外します。外れました。軸受けベアリングを使っています。このような歯車構成になっています。モーター軸に7刃、中間に POM 樹脂68刃、底21刃をかませてまた68刃につないでいます。中間がなぜ POM 樹脂なのかは分かりません。波高が 3mm ありますから、モジュールは 1.5 と思われます。モジュール 1.5 はトルクを稼ぐためでしょうか。歯車って思ったより高価で、このギアボックスを私が作るとおそらく5000円ではできないでしょう。ジャッキ本体だけでも2500円くらいですから、モーターやケースと送料込みで6080円は相当安いと思います。上、加減にリミットがついています。フランジは膨らみを持たせて倒れを防止しているようです。安全にも配慮が感じられます。操作スイッチはコネクターでつないで使います。押しボタンは安全のためホールドしません。こんな感じでつないだら準備完了です。これであとはシガーソケットにつなぐだけです。モーターの試験。機上で DC 電圧をかけてモーターを駆動させてみます。リモコンをつなぎます。スイッチを入れて電圧をこのくらいにして始めます。
無負荷ですから快適ですね。上限リミットはパンタグラフアームがほとんど垂直になる形で止まります。なので特に上限付近は倒れる危険があるので注意が必要です。逆転下降させています。歯車の動きを見てみましょう。完全に下降させてリミットを確認します。リミットが効いて止まりました。ボタンを押してもこれ以上は動きません。ギアボックスの蓋を元に戻します。最後に電流を測っておきます。無負荷ですので上昇下降ともに 1.4 アンペアくらいです。リミットで止まりました。さてこのハンドクランクは手動でギアを回すためのものです。この穴に差し込んで使います。これがギアの位置が悪いとなかなか入りません。セットされたらあとは回すだけなのですが、あまり無理をすると刃先が削れるので注意が必要です。入りました。ハンドルを大きくすると回しやすいのですが、地面に当たるのでこれくらいですね。こんな感じの使い方になります。スチール電動ジャッキの試運転。実際にエンジンを始動して試運転をしています。バッテリーから直に電源を取っています。エンジンがかかっているので電圧は 14V 台のはずです。なので動きは快適です。簡単な構造で値段もリーズナブルですが、問題は耐久性です。ただ構造が簡単なだけ修理も DIY できそうです。機会があれば動画を投稿したいと思います。ちなみにエンジンオフでの運転もご紹介します。バッテリーの状態や車種、重量にもよりますがちょっと苦しそうです。このジャッキは負荷荷重2トンなので 870kg の N ワゴンでは十分だと思います。 TOM 樹脂歯車の破損が気になりますが、あとは使ってみてからです。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。